大スクープです。とんでもない秘密を発見しました。最速8月給付開始か特別定額給付金10万円の2回目ということで、給付金の最新情報についてお話したいと思います。先日行われた参議院の予算委員会の中で、れいわ新選組の山本太郎党首と岸田首相との質疑のやり取りの間でとんでもない秘密を発見しました。それによって最速で8月給付開始といったようなシナリオも上がってきましたので、そのシナリオについてお話したいというふうに思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は個人の方で給付金に関する情報を知りたい、あるいは給付金が始まったらできるだけ早く申請をしたい、あるいは確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいていると思います。で、給付金に関する情報が出ましたらこのようにすぐ動画でお話しさせていただいてますので、そういった情報が出たらすぐに知りたいという方はチャンネル登録をしていただければと思います。チャンネル登録していただければ新しい動画が上がった時にすぐにご覧になっていただけるようになります。それでは早速いきたいと思います。まず特別定額給付金ってそもそも何だっけということなんですけれども、特別定額給付金とは、コロナ禍2020年にあった全国民を対象に1人10万円を給付するといったような給付金のことです。その2回目って何というところなんですけれども、この特別定額給付金と同じように、今は非常に国民の生活が苦しいといったような状況になります。なのでこの2回目ぜひやってくださいと、国民に10万円給付してくださいという声が上がっているということです。で、そもそもこの特別定額給付金の1回目、コロナ禍にあった国民1人当たり10万円給付といったような給付金は、国民の声を汲み取って給付が決定したといったような背景がありますと。1回目は国民の声で実現したということで、もともと1世帯30万円給付ということで、閣議決定してましたと。で、閣議決定してたんですけれども、その後の世論調査で、国民が1人10万円給付っていうのをやってくださいというような声を上げたと。で、さらにはですね、国民民主党の、玉木代表といったようなところが、10万円給付といったような案を出していたということも発端になっていて、さらに自民党の若手ですとか、あるいはこういった公明党といったようなところが、そういったものを汲み取ってですね、自民党の方に働きかけたというところで、その自民党がそれを汲み取ってですね、閣議決定、一度決定した閣議決定を組み替えて1人10万円ということで決定したといったような流れがありますと。じゃあ今はその国民の声というのはどういうふうになっているかというところがあります。本当にコロナ禍よりも苦しいといったような現状があります。物価が上がっているのに給料が上がっていないといったような状況です。いや、給料上がってますよっていう声も聞かれるんですけども、それはあくまで大手の企業に限ってのことで、我々一般的な国民が勤める中小企業のほとんどは給料が上がってないといったような状況があります。国民生活の下支えが必要だという状況ですね。コロナ禍っていうのは飲食業とか旅行業とか交通に関するような仕事をされている方は外出制限とかありましたんで、それは苦しかったと思うんですけども、我々一般的な国民の大半はコロナ禍よりも実は今の方が苦しいんだと。物価が上がって給料が上がってないっていう状況なんで、本当に生活費の負担が苦しいといったような状況になりますと。そういった、国民が非常に苦しいという状況なので、その国民の声を汲み取って、実際に給付に向かって動いていくといったような政党があるんではないかなということで確認したところ、10万円給付を政策にしている党というのは実際にありますと。国民民主党、先ほど言ったように、インフレ手当10万円ということで、1人10万円給付しましょうということを今も政策にしています。それかられいわ新選組ですね。これは春夏秋冬、四半期に1回、1年に4回ですね、10万円給付していく。これも財源もあるんだということで政策にしていますと。ただし、この特別定額給付金の1回目の給付っていうのは、自民党であるとか、あるいは公明党、いわゆる与党で検討されていったというところがあります。それに対して、国民民主党とかあるいはれいわ新選組というのは、今では、今のところまだ与党と、野党というところがありますので、なかなか実現に向けていくにはなかなかちょっとパワー不足といったようなところがありますと。じゃあこれはもう実現しないのかというと、岸田内閣っていうのは今非常に苦しい状況にありますと。
国民の支持率っていうのが、各世論調査の会社では、非常に悪いと、過去最低を更新しているっていうふうな状況で、このなかなか、今この国民の声も無視できないといったような状況になりますと。なんで岸田首相がこの国民の声を無視できないかというと、今年は衆議院解散のタイミングがあるんではないかというふうに言われているからです。で、なぜ衆議院解散が今年あるというふうに言われているかというと、岸田首相がまだ首相で居続けたいと思っている可能性があるからというところです。岸田首相はこのように支持率が非常に低いというふうな状態なので、このまま今年9月の自民党の総裁選を迎えたんでは、その後に衆議院の任期っていうのが来ますと。ここまでには絶対に衆議院の選挙っていうのは行われるので、そこまで岸田首相を自民党の総裁として再選させて迎えたのでは、自民党の党員としては党の顔が岸田首相ということになるわけですから、なかなか再選が難しくなってくると。国民の風当たりが悪いと、強いというふうな形になるので、そのまま自民党の総裁として岸田首相を再選させるということはおそらくないでしょうというところです。そこで岸田首相としては、こういったこの自民党の総裁選が行われる前に、今年の9月までにですね、衆議院を解散して、議席はもしかしたら減らすかもしれないけれども、なんとか過半数を確保して、国民に信を得た与党ですよということで、その自民党の党員への理解も進んでですね、自民党の総裁として再選をして首相として継続するといったようなシナリオを目論んでいますと。この解散のタイミングはじゃあいつかと言われると、通常国会が6月までありますと。そこで今回この低支持率の元にもなっているこの政策っていうのも、政策の失敗というのもあるんですけれども、それ以外に政治と金の問題というのがあります。例の裏金問題というのがありますので、その裏金問題に対応した政治資金規正法というのを改正して、でそして国民の支持を少しでも上げて、この6月に解散を出てるというところですね。さらにはこの6月には減税もスタートするので、そういった裏金問題に対応する法を改正して、そして減税もスタートして国民の支持率を少しでも上げて、そして解散と、そして過半数を確保し総裁として再選すると、そして首相として継続すると、そういったようなシナリオを目論んでいますというところですね。6月の解散を目指しているんではないかと。とんでもない低支持率なんですけれども、なんとかその6月のタイミングで少し国民の支持率を上げて解散というものを目論んでいるんじゃないかなというところですね。さあ、最新の岸田内閣の支持率見てみます。3月の頭に行われた JNN なので TBS 系ですねの世論調査の会社の最新の支持率は、この JNN が行った岸田内閣の世論調査では過去最低の支持率を更新したというところですねと。いよいよ岸田首相、諦めたかなと。今年の9月でこの自民党総裁選の、自民党総裁の任期満了をもって退陣するんではないかというふうにも思われるんですけども、実は岸田首相はおそらく諦めていないんじゃないかなと。いやと、解散で勝負に出るのではというふうに思われるところを予想しましたので、それについてお話しさせていただきたいと思います。この動画の最初でお話しさせていただいたように、参議院の予算委員会でこのれいわ新選組の山本太郎党首が首相に質疑で質問してました。いきなり最初冒頭ですね、総理いつ辞めるんですかということで質問しましたところ、岸田首相は、今はとにかく辞めるということは考えてませんということでお話しされてましたと。なるほどと。ただし、裏金問題とかがあったんで、解散して国民の信を問うべきじゃないんですかということで、もう一度山本太郎さんが質問したところ、いや今はとにかく解散というところでは考えてないですと。とにかく信頼を回復するために取り組んでいくんだということを言ってました。いやでもそれは納得しませんよと、国民がと。なので、この裏金問題でやっぱり信を問うということで、解散をやっぱりした方がいいんじゃないですかと。もう一回山本太郎党首が質問したところ、もうとにかく国民の信頼を回復するということで考えてますと。それ以外は今は考えていませんということで、岸田首相はおっしゃったというところですね。さあ、気づきましたでしょうか。いずれもその山本太郎党首が最初にしたいつ辞めるんですかという質問に対してもそうですし、いつ解散しますかという質問に対してもそうですし、もう一回
解散しませんかというふうに尋ねた時も、全て岸田首相はなんと今はやめませんと、今は解散しません、今は解散しませんというふうにお話しされています。さあ、つまりどういうことかと、岸田首相は諦めていないんじゃないかなということが予想されると。この低支持率をもってもういよいよ諦めたと、この自民党総裁の任期満了をもってして辞めるのではと、退陣するのではというふうにも考えられるんですが、岸田首相やはり首相で居続けたいという思いは強いようです。諦めていないと、解散で勝負に打って出るということが予想される、その質疑のやり取りでしたということですね。さあ、そこで岸田首相がこの6月にもし解散総選挙というふうなことに打って出た場合、どのようになるかということを考えていきたいと思います。岸田首相、この低支持率ですから、この最新の支持率もそうですし、この6月に至るまでにですね、通常国会の中で政治資金規正法の改正を行ったりとか、あるいは減税スタートといったようなことになっても、さすがにもう国民を送ってますよと、さすがにもう忘れませんよと、ここまでの岸田首相がしてきたこと、あまたのこと忘れてませんよという結果のこの支持率なので、そこで支持率が上がるとは到底思えないと。多少上がったとしても自民党大敗っていうのはもうおそらく避けられないだろうということですね。そうなると過半数割れをして、自民党は連立政権を組まなきゃいけなくなるということですね。で、連立政権を組むんですけれども、圧倒的に議席を減らすということが予想されるので、そうなるともう自民党総裁を首相に押せませんとなりますと。そうなると連立を組んで国民から少しでも信を得ていると、議席を伸ばした党をその党首をですね、総理に推すということが考えられるので、そうなると国民民主党あたりがもしかしたら首相に推されるっていうふうな可能性がありますというところですね。その玉木代表がもしかしたら首相になるという可能性もありますと。さあ、ここでピンときたと思います。先ほどお話した10万円給付を政策にしている党の一つが国民民主党ですというところですね。さらに国民民主党の政策としては、この1人当たり10万円給付に加えて消費税の減税というものを謳ってますと、政策として掲げてますと。実は去年の11月に参議院にこの消費税減税法案というのを提出しているぐらい、つまりこの国民民主党の柱の政策としては10万円給付あるいは消費税減税というものを掲げていますというところですね。消費税の減税が望まれる理由というところをちょっと整理してみましたと。この給付金に関する動画を上げますと皆様からご意見いただくんですけど、この10万円給付もいいですけれども消費税減税もぜひやってほしいというご意見をたくさんいただいてますと。その理由について整理したところ、大体この4つにまとまりますと。1つ目、消費税の負担が大きい。当然ですよね。税金必ず何かを買うことについて 10% かかりますというものが永遠に続くんで、それについての負担が大きい。それはそうですねと。で、2番目、その逆ですね。経済的影響の持続というものがあります。消費税減税をすると、その負担している税金、ずっと負担している税金がなくなるということになります。それが続くということなので、経済的影響の持続と、経済的影響が大きいということですね。それから消費の刺激というものもあります。これは何かを買うということについてかかる税金が消費税です。その消費税がかからないとなれば、当然消費の刺激、消費の意欲ということも刺激されて消費が増えていくということも考えられるので、特にこの不景気ですね。物価が上がってなかなか景気が良くなってますよというふうなことも言われてますが、それはあくまで物価が上がって給料も上がっている場合、経済が膨らんでいる場合について景気がいいということが言えると思うんですけども、なかなか人口も減ったりとか、なかなかその国内のこの経済が広がっていないという中で、給料が上がってない、物価だけ原料高で上がっているっていうふうな状況なので、なかなか国民の実感としては不景気というところがありますと。そういうところに対して税金が、消費税がなくなるということになれば消費の刺激になると、当然のことだと思います。それから税負担の公平性ですね。収入が多い人でも収入が少ない人でも同じもの、同じ額のものを買うときに同じだけ税金がかかるというものは公平性に欠けるんではないかという声もあります。そこは税金をなくして、所得に対しての税金ということに関してかけていくことが公平なんじゃないかなというふうな声もあります。こういったことで消費税減税が望まれると。消費税減税をすることで、我々の経済的負担が非常に軽くなると、それが持続するといったような声がありますと。
さあ、国民民主党の党首がもしかしたら首相になる可能性が出てきたということで、ちょっと国民民主党に聞いてみました。何を聞いたかというと、すごい分かりやすく言うと、もし玉木代表が首相になってもちゃんと政策変えないでやりますよねという質問をしました。つまり首相になった時にやっぱり辞めたということで10万円給付しないとか、減税しませんということにならないですよねということについて質問しましたと。で、こういうシナリオが考えられますが、もし玉木代表首相になったらそのまま政策やっていきますかということで国民民主党に聞いてみました。もちろんその本部にかけたんですけど、玉木代表はもちろんお出にならなかったんで、その本部の方に質問したところ、そうですねと、その選挙、衆議院選挙に向けて、今掲げている政策というのをブラッシュアップしていくっていうふうなことはあるかもしれませんが、この柱の政策、つまり10万円給付あるいは消費税減税というものはブレる可能性は低いと思うと多様なお話ですと。なるほどと、分かりましたと。その言葉を聞けただけで十分ですと。信じますよと。国民民主党が躍進して玉木代表がもし首相になった場合、10万円給付に向けて動くんですねと。なるほどということが分かりました。さあ、ここでもし本当にこのシナリオでですね、当然この特別定額給付金10万円の2回目があるかないかと当然分かってないんですけども、もしこのシナリオが本当に実現してですね、岸田首相が諦めずにやっぱり解散しますと勝負に打って出て、そして大敗をして玉木首相が誕生ということになれば、こういった形で政策をブレずに押していきますよということなんで、じゃあいよいよ給付される時期って最短でどれぐらいになるのかなというところをちょっと確認しましたということですね。で、コロナ禍にあったこの1人10万円給付というものは、5月1日に申請開始なんですけども、遡ると4月20日に閣議決定してますと。そしてその1週間後に法案が提出されて、3日後に法案が成立していると。当然ですよね、与党なんで。そして5月1日に申請開始と、ものすごいスピードで給付の申請の開始になっているというところですね。さあ、もしこの10万円給付というものが実際にやろうということで、国民民主党の玉木代表が首相になって押していった場合、与党なんで同じようなスピードで進むっていう可能性は当然ありますよねということです。岸田首相が6月に解散をしますと。そうすると、大体1ヶ月以内とかぐらいに選挙は行われるんですけども、その7月の中旬ぐらいに選挙が行われたとしますと。そうすると、大体8月上旬ぐらいに、閣議が開催されるんじゃないかなというところです。じゃあ8月上旬に閣議が開催されると、8月の中旬ぐらいに、法案を提出するんじゃないかと。そして8月の下旬ぐらいには申請開始になるんじゃないかなというところが予想されます。ということは、岸田首相が諦めずに解散に打って出て、そしてその結果自民党大敗すると、そして玉木代表が首相になるというシナリオがあった場合、最速で8月にこの特別定額給付金10万円の2回目のような10万円給付というのが、給付開始あるいは消費税減税が開始になるという可能性もあるといったような状況になってきました。また給付金に関する新しい情報、新しいストーリーがまた上がってきましたら、このように動画でお話しさせていただきます。そしてまたこの先ほど言ったように、この消費税減税が望まれる理由というところでお話したように、皆様のこういうようなことを実はやった方がいいんじゃないかっていうふうなご意見もたくさんいただいてます。そのコメントでいただいたものをこのように動画でお話とかさせていただいてますし、またこういったこの給付金に関する動画っていうのは結構再生していただいていて、おそらくこういった内閣とかあるいは政治家の方とか、こういったいろんな政党の方もおそらくご覧になっていただいていると思います。もうこのコメントに入れていただいている意見がですね、我々国民の意見ですので、賛成反対の一言だけでも構いませんので、ぜひコメントで入れていただければというふうに思います。そういった声を届けて、こういった給付金10万円とかあるいは消費税減税というものが実現に近づくというふうに思ってますので、ぜひ一言だけでも入れていただければというふうに思います。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。